こんにちは、ヨンギャオ仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶの道具学の墨壺ですね、のお話をしたいと思います。で墨壺と言ってるのはこれです。この加工する線をつけたりする道具です。で、こういう伝統的なこういう戸車がついて、手で巻いて使うっていうものと、あとはこういう糸巻き、こういうふうに自動で巻くものもあります。それぞれに使い方が若干違うので、なんかこういう風に使うとか、糸が切れた時どうするっていうような動画はまた別で作りたいと思います。で、今日はですね、墨壺の歴史と、あと有名な逸話があるので、そのお話と、あとは僕の墨壺ですね、のお話をさせていただければと思っております。で、この墨壺なんですけど、世界的に見てもこの、墨に限らず何か顔料を含ませた糸でパンって墨をつけるとか、あとは線を引くっていうような道具はもうすごい古くから世界中にあるそうです。で、一番古いものだとエジプト時代からあるというふうに言われています。で、日本のこの墨壺はこれですね。ここに墨が入るところがあって、糸巻きがあってっていうこの伝統的な形は中国で完成されて、それが、法隆寺の時だから聖徳太子が一緒に持ってきたというふうに言われています。墨壺にこう有名な逸話があって、忘れ物の墨壺っていうものがあります。で、それは、東大寺の南大門の梁の上から発見されたもので、その南大門って鎌倉時代に再建されてるんですよ。だからその時の職人がこう忘れてたものだっていうふうに言われているもので、でもこれはなんかこう忘れるわけないんですよ。で、梁の上で墨壺を使うこともなかなかないし、こうその梁の上でなんかミスかなんかがあって直したとしても絶対途中でわかるじゃないですか。途中の工程で絶対忘れてましたよみたいな、ありましたよみたいな感じになるはずなのに、あえてそこにあったっていうのは完成してから、誰かがそこに置いていったんだろうなというところで、粋な話として、なんかこう自分の分身をそこに置いていったとか、あとは名もなき大工が、自分がやった仕事の証明としてそこに置いていったんじゃないかとか、なんかそういった粋なお話として語られています。で、僕もこの話なんかすごくいい話だなと思って、で、なんかこれを機に引退したんじゃないかっていう話もあるんですけど、なんか僕がこうだったらいいなって思うお話は、その南大門の再建に関わった、棟梁の方がこう夜なんかこっそりこう作った自分の大切な墨壺をこっそりこう梁の上に置いてきて、なんかこう、その時の気持ちってもう本当言葉にならないと思うんですよね。自分の分身とかやった証明とかもうそういうことじゃなくて、もうなんか本当に何とも言えないもう一言では語り尽くせないようななんかいろんな思いでこうそこに置いていって、でなんかこうしばらくして俺墨壺なくしたなとか言ってなんかこう一生懸命自分で新しい墨壺を作ってるみたいな。でも結局みんなにバレバレでみたいな風になんか周りの人がニヤニヤしててっていうような。でなんかこう空気が読めない弟子が「俺なくしたんすか親方。俺ちょっと探してきますよ。もしかして何台もんすかね」みたいな「うせえばがやろう」みたいな「余計なことすんな」みたいな、なんかそういうなんかキャッキャッキャーっていうなんかそんな感じの絵だったらいいなっていうふうになんかちょっと思いを浮かべてしまいます。なんかいい話ですよね。なんかこうそうなんですよ。大工って物を作っても結局名前残んないので、設計家の人と違うじゃないですか。そういうところがただの作業員じゃ作業員って言いますか。でなんかそこがいいとこだなというふうに思うし、でもなんかそこに置いたっていうのもなんかすごいいいなっていうふうに思います。はい、結局墨壺があったところでその人が誰だったのかよくわからないっていう、なんかそこもまたいいですよね。はい、というふうに思ったりしています。はい、で、あと僕の墨壺なんですけど、これ昔使ってたもので、これは、僕の祖父の、納屋から出てきました。で、僕の祖父って農家だったので、農家だったんですよ。だから昔の農家さんは何でもやったってことですよね。多分物置作ったりとか何かするときに、必要だったんだろうなというふうに思います。で、このなんかここら辺とか削ってあるんですよね。本当はこうなってたはずなんですよ。でもここがすごいざっくり削ったんですよね。ほらざっくり削ってあるんですよ。でもなんか
俺だったらここ削んねえなと思うんですけど、多分持ちにくいからって言って削ったんですよ。なんかその辺もなんかじいちゃんっぽいなと思って、ちょっと愛らしいなというふうに思っています。はい。で、昔はこれ使ってたんですけど、今はこの自分で作った墨壺を使っています。で、墨壺も昔は大工が自分で作るものだったそうです。で、それは自分の感性とかなんかセンスみたいなものを表現するためのものとして、作っていたそうです。で、その話を聞いて、僕も作ってみたというのがこれですね。僕はそのシンプルで素朴なものが好きなので、鶴亀の彫刻とかそういうものは一切しないでこういうシンプルな形にしています。で、あと一番の特徴はあれですよね。戸車をなくしたっていうところですね。普通ここに糸間があるんですけど、だから墨は打てないというものです。だからそれ墨壺じゃねえだろうって言われたらまあはいって感じなんですけど、僕はこれが糸を打つとしたらこれで打つので、戸車いらないなっていうのでこれにしています。あと一番の問題はこの竹の墨差しってここに入るんですよ。これがすごい便利だったんですけど、僕そのこの鉄の墨差しに変えたら入んないんですよ。でそれがすごい不便で、いやなんかこの置き場が欲しいと思って、だから糸もこんな使うこともないし、だったらもう置き場にしようっていうふうに思って作ったのがこれです。でこういうふうにキュッてやればこういうふうに固定するようになっているので、こういうふうに使っています普段は。でこうやってその場所にもこうやって持ち手としてですね、ここ持ち手として使うみたいな感じで使っています。でこういうふうに、はいっていうのが僕の墨壺です。墨付け自体はそのボールペンでやられる方もいますし、僕のように墨差しとか墨でやる方もいます。もうどちらでもいいと思ってます。やりやすい方でいいのかなと思います。このシリーズの中で墨差しを使ってやってるからそれだけで敷居が上がっちゃったらなんかそれは本意じゃないんですよね。だからちょっとどうしようかなというふうには今まだ迷っているところです。今寒いのでボールペンでやってるんですけど、このままボールペンの方がもしかしたら分かりやすくていいのかなと思っていたり、せっかくなら墨差しでやってもらった方がなんか嬉しいような気もするしなっていうところでちょっと迷っています。そうなんですよ。その線をかけるだけじゃなくて、ここ先端筆みたいになってて、ここでピッてここで線を引いてここでピッて太い線が書けるんですよね。文字を書いたり。でそれボールペンでやってるとマッキーとボールペン両方持ち歩かないといけないんで、それがちょっとめんどくさいんですよね。だから墨付けいっぱいつけてピッピッってやらないといけない時とかだとやっぱ墨差しの方が便利だなっていうのがあります。なのでそうですね、小屋の墨付けとかやるときは多分これで墨差しでやると思います。でもなんか細かいその糸を切れた時どうするかとか墨壺の使い方っていうのはまた別の動画でやりたいと思いますので、そちらを見ていただければと思います。はい、ではありがとうございました。